はい、内山コーチのザ・ゴトチャンネル。はい、よはい、皆様よろしくお願いします。ろしくお願いします。はい、続けてね、録画撮っております。このさんが一緒ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、前回はね、名もなき兵士の方来られましたね。はい。ですね。まさにね、そういう時代が今も来てるってことですよね。そうみたいですね。その中でね、ごめんなさい。ここにいらっしゃる方は本当にいいタイミングで、特に私が忘れていたことっていうのをピンポイントで教えてくださるっていうか、そういうとこ考えてなかったっていうのを教えてくださる霊人さんたちが本当に来てくだされてすごいですよね。今ここにもう一人どなたが来ておられますよ。どなたでしょうかね。聞いてみたいと思います。はい、それでは合唱お願いします。はい。はい、エレナさん準備お願いします。はい。はい、このさんも準備お願いします。はい。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは今私の左側の方に来ておられる方、おいでいただきましてありがとうございます。エレナさんの方にお入りいただきましてお言葉いただければと思います。よろしくお願いします。はい。はい、おいでいただきましてありがとうございます。はい。はい、お名前を教えていただいてよろしいでしょうか。私はベートーベンです。ベートーベン様おいでいただきましてありがとうございます。はい。はい。初めてですかね。はい。本当にありがとうございます。はい。ありがとうございます。それではお言葉いただきたいと思います。よろしくお願いします。芸術、音楽、特にピアノに関しては、私の人生のすべてでした。その中に人生を描いたと言ってもいいでしょう。自分の情熱、そして切ない思い、やるせない思い、そして怒り、喜びなど、あらゆる感情を私は音楽に込めることをしました。それは言葉なき言葉、そう思います。どの国の人であっても、おそらくそこに描かれた何がしかの感情というものを感じるだろうと思うのです。力いっぱい、それを楽譜に落として演奏したときに、それは立体的に人々の心に直接届くものだと思っています。言語は必要なく、音によって伝えるということ。それは言葉がわからなくても、どの国の人が聞いても、必ず通じるものがあると強く信じて
いるのです。そしてその音楽の力はまるで魔法のように時代を超え、国を超えて伝わっていく。しかも初期に起こしたものと後の時代に演奏したものとでは、おそらくそこに見える風景は変わっているに違いないと私は思っていました。演奏するものが違えば伝わるものも違うはずだ。それはもうとうの昔に計算済みです。50年後、100年後にどういった形になって伝わっているか、それは私自身が書いた時には知り得ないことでした。だが、それを何百年も経ってから知ることができるのは脅威です。驚きです。おそらく私だけではなく、他の作曲家たちもその結末がどうなったかを知ったならば驚いていることでしょう。それはどういった驚きに変わっているか、その曲によって、演奏するものによって変化するのだと思いますが、全く同一のものが伝わっているということはもはやないのであります。どのように正確に楽譜を読んで演奏をしたとしても、一人一人の演奏者によって見えてくる景色が違うでしょう。同じ曲でも違う景色が見えるのです。そのことはすでに皆さんも経験済みかもしれません。私自身がそのことはよく分かっていました。だから、今私が伝えたいことを、ここの楽譜に落として、正確にそれを演奏したとして、だが、違う景色になるのだということを理解した上で作曲をしたということがわかるでしょうか。それを知ることは難しいかもしれない。しかし、時代の流れとともに、国によって、あるいは演奏する楽器の種類によって、また奏者によって、その表現が変わるということを味わってほしいと思いました。味わうことです。そうしてそこから何を感じるか。これはまるで悟りの世界に似ています。一人一人違うのです。一人一人感じ方が違うのです。だから同じ曲を聴いても、聴きとして嬉しくなる人もあれば、涙して悲しく苦しくなる人もいる。それは違っていいのだと私は思っています。音楽とはそういうものです。刻一刻と変化するものです。同じ曲であっても、全く違うことを伝えることになる。それが音楽です。いや、これほど楽しい仕事はない。これほど伝えたい作曲家と、それをどのように聴きたいかという聴衆の合作なのだと
そう考えると、芸術というのは誠に絶妙な悟りなのだと私は思います。これからも大いに私の曲を楽しんでほしいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。そうですね。音楽も本当に一つ一つ同じ曲でも、なんか自分の中にある、その時の心境によって風景が違って見えるんですよね。うんこれ本当に全てそうなんだなと思いますね。絵画を見るにしろ、それからこういった仏法真理をで学ぶにしろ、本当に一回一回違って風景が変わってくるなと思いますね。うん、はい。ありがとうございます。この朝中から何か質問ないですか？はい、お話ありがとうございました。ベートーベンさんは、じゃあ、こちらにいらっしゃる時から作曲をした時に、もうすでに自分が残したものが、後世でいろいろな形で、いろいろな受け取り方をされて、変わっていくというのを認識されていたんでしょうか。はい。分かっていました。うん、そのことは十分認識した上で作曲をしたんです。はあ、今の、オーケストラとか皆さんがそのベートーベンさんの曲を奏でているのを聞かれてどう思われていらっしゃいますか？それは奏者によって全く違うように聞こえています。うん、どのようなオーケストラがどのような気持ちでそれを演奏しているか、その時その時一瞬一瞬のものなんです。うん、なので、このように感じると特定することはできません。それほど様々な変化があるということです。うん、うん、もう一人一人奏でる音が違うものを今ベートーベンさんは楽しんで聴かれている感じでしょうか？そうです。もちろん楽しんでいます。自分の作った曲をどのように演奏してくれているのか、そしてどのような色合いの世界を披露しているのかということが一つ一つ違うので、同じ曲を演奏したとしても、その音を一つ鳴らしただけでも広がりが違う。音うん、色が違う。世界観が違うんです。だから、一回一回新鮮な思いで聴いています。ありがとうございます。皆さん、この言葉を聞いたら演奏されている方は本当にもっと、なんて言うんでしょう、ベートーベンさんに楽しんでもらいたいってもっと力が入りますね。うん、ありがとうございました。はい。うん、そうですね。そして、なんて言いますかね、ベートーベンさんを、仮に中心として光がパッとこう放ったとする。見えない光ですね。音楽の世界ですやっぱり広がって、楽譜という光が広がってきて、ただ、いろんな人に当たってその光が。そして一人一人がこう違った色をこう表してくれるっていう感じなんでしょうね。そうですね。うん、いろんな光っていうか、光直せばいろんなものが見えてきて、すごくこう、なんていうかな、うん、その原点にあったもの、その一番最初にあった原点にあったものがいろんな形に見えてくるのかなっていう思いますね。そうですね。やはり原点にあったものは原点にあったもので、それが一番中心となっていろんな光に変わるということかな。うん、一瞬一瞬違うんですよ。ね。うん。はい。うん。刻一刻と変化する。うん、ですね。うん、素晴らしい、本当に素晴らしい芸術の世界じゃないかと思います。はい。ですから、その大きな意味で、私こういう霊言とか取るときに概念として取るんですね。とうん。概念として取ると、その取り方によっていろいろ変わってくるんですね。はい。うん、こんなところもね、あるかと思いますね。
そうですね。例ね。えば私は今、うん。うん、思うのは、日本の花火、うん。あれはとても美しいと思います。うん。そしてあの花火の元を作っている人たちは、一つ一つ手作りでしょう。はい。そして同じ配合で、同はい。じ配列で、はい。花火の玉を作っていると思います。はい。しかし、それを大空に打ち上げたとき、広がった瞬間というのは、一回一回違うものだと思います。はい。どの大きさで、どのように広がったものが、隣にはどのような距離感で違う色の花火が上がっている。その大空に描く花火の絵は一回一回違うはずです。はい。上げる花火の元が同じものを作ったとしても、大空に広がったときに違った形、違った大きさ、違った距離感、様々にその一瞬の火花は絵を描いて見せてくれているわけです。あれはその時限りの、一瞬限りの芸術だと思います。そういったものにも似ています。同そうです。じものをやっうん。ても、うん。広がり方が違う。こういっそうです。たことですね。はい。そうですね。花火も同じような花火でも、いっぺんに3つ4つ上げたとき、やはり少しずつ違ってくるのと、それからタイミングですね。はい。一番最初にドンと打ち上がった一番最初の花火の感動と、はい。いっぱい上がってくる時の感動と、はい。もうやっぱり違ってきますよね。違いまはい。す。受け取り方、そのタイミングでも全然違ってきますのでね。うん、素晴らしいね。それを、みんなしかし、そういう音楽を聴いたり、花火を見たり、いろんなことを、そういった芸術ものに触れた方の心が動くことが嬉しいですね。そうですね。はい。ですね。心の世界が本当に広がることが嬉しいと思います。はい。はい。それでは今日おいでいただきまして本当にありがとうございました。はい。はい。どうもありがありがとうとうございました。ございました。はい。いやー、ベートーベンさん、うん。すごいね。いや、それを分かってて作曲したっていうところが驚きでした。うん。ねうん。え。うん。なんか今だけを考えてうん。曲を作ってると思っていたので、うん。うん。そうですよね。ね、そんなにね深く、考えてるとはえ。うん。思いませんでした。ですよね。うん。これをもっと高次元に行って主の教え見たときに、一人一人が受け取り方違いますよね。そうでそしすね。て一人一人がそれを学んで、悟り方が違うし、光を放す方、色が違いますよね。うん。いや奏でる人によってその光の出し方も変わってくるんですよね。変わりですね。ますよね。同じはい。曲でもそういえば、うん。演奏者によって違うそう、風に聞こえますよね。そうそう。うん。これだから何度も言ってますが、ひばりちゃん。ひまりちゃんか。ひまりちゃん、はい。バイオバイオリン、リンね。はい。うん、バイオリもうン。あの人のバイオリン聞いてね、生きててよかったと思いましたね。うこん。んな曲聴けるんだと思いましたね。同じ曲ねえ、なんだけどね。同じ曲でもうん。ね。もう目をつぶって聴きたいけど、もちろんね、ちっちゃなその姿で、弾いてくれるその絵も感動なんですけども、うん。目をつぶって聴いてもやっぱすごいなと思いますね。うん。うん。まあそんなね、いろんなね、本当に、演奏の仕方ってありますね。じゃあ、うん。皆さんに質問です。はい、この地上に降りて、
はい、自分という芸術が地上に降りました。どういう芸術作品を作ってますか、エレナさん。芸術作品、自分がですか？そう、自分自身を芸術作品として思ったらどうですか？そうですね。私の作ってる芸術作品というのは、線の細いものじゃなくて、ある程度、なんかボリュームのある、広がりのある、そしてバランスの取れる、なんだろう、ちょっとどんなものでも、包み込めるようなものをイメージした芸術かなとお思ー、う。なるほどね。そういったのを目指してるんですね。そうですね。このさんはどうですか？どういった作品を目指してますか？今、内山さんにおっしゃっていただいて、ちょっと間違ってたなと思ったんですけども、私は紙粘土みたいなものを少しずつ自分に加えて形を整えていくようなイメージでいたんですけども、エレナさんのお話を聞いて、外から持ってくるんじゃなくて、自分のそのあるものを形を変えて、なんて言うんでしょうね、見栄えよくって言ったらあれですけれども、人から受け入れていただいたり、調和が取れるその本体だったりっていうのを、外からじゃなくて、外から紙粘土をつけるんじゃなくて、そう中から動かしていかなきゃって今思いましたね。そうなんですよね。だからベートーベンさんも自分の中にあった感情とか、それを表現されるんですね。音によって、音楽として。それからそれを演奏する方も、その人の心がその音に乗るんですね。そして聞く人も自分のその心の目で、心の耳で聞くんですね。全部その内ですね。内側。内側。内側ですね。やはりね、自分自身を芸術として見たときに、やはり内側を磨いていくしかないということでしょうね。そうですね。違う。どういう方向に、どういう芸術作品を作るかっていうのが、これがね、この志っていうのがあると、そっち側の方に引っ張っていってくれますね。はい。ね、とか自分の自己像って自己イメージっていうかな、目指す自己イメージみたいなのがあったらいいですね。そうですね。しっかり持たないといけないですね。はいね。はい、今日から皆さん、ベートーベンさんの言葉を聞いて、一人一人が自分自身という芸術作品を作っていくと思っていただければと思います。はい。どんな作品ができるか楽しみですね。どうなんでしょう。ね。頑張んなきゃ。そうか。私、その一番最初の頃、悟りを求めるときに、ね、結構、なんて言いますかね、三次元的に、まあね、あんまり、そうですね、エリート的なところを歩いていってません。どちらかというとね、底辺を歩いていってますんで、だから泥団子を丸めて、くるび返させるんだっていうふうに思ってましたけども、そのままいったら泥団子になりますね、これは。そうなんだ。ちょっとこの泥団子から、この泥団子を少し乾かしましてね、はい。パリ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 っとこう割って、泥のこの汚れを取って、はい。中から本物を出さなくちゃいけませんね。そうですね。ね。ちょっとイメージ変えなくちゃ泥団子だって思ってたらいけませんね、これね。泥団子である必要ないですね。ないですね。よし、ちょっと変えていこう。そうしなくちゃいけませんね。はい。皆さんもね、何かそういった今の私の気づきみたいなのが何かあればね、いいかと思いますね。はい。そのたった一言で人生が変わっていくと思います。変わっていく。はい。ですね。はい。今日はじゃあこれで終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。高明です。はい。はい。お父さんの守護霊さんになりますかね。そうです。そうですか。はい。はい。高明さんの時代にはい。持ち越した問題。
持ち越した問題。それを引き継いでると思うんですね、問題集が。ああ、はい、はい。はいはい。ですから、高垣さんの時の、ちょっと、そういったエピソードなんか教えていただけませんか？あ、うんはい。木々の生い茂った、深い山でした。ちょっと無理をして登ったと思うんですね。足を滑らして落ちたんです。落ちました。はい。足の骨を折りました。上がれなくなってしまって、まあ、それっきり。あ、そこで亡くなられたんですか？そうでした。多分そうです。私の記憶はもうそこで、途絶えてますね。だから今の痛み、足の痛みはそこの骨の骨折のところですか？多分そうでなかろうかと思いますね。ああ、なるほどね。はい。うん